ハローテニスファン、丸山愛です。今日は鈴木プロと小野田プロにサーブを教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいじゃないですか、今のオープニング。オープニングね。完璧ですね。はい。もう女優としてもやっていけるという。やっていける。まだもうちょっと修行が必要かもしれませんけど。頑張ります。いやいやいや、それ以上にね、テニスの方。そうですね。はい。ストロークボレーとやってきましたけども、今回はサーブということで、何度も言ってますけど、ダブルスではこうサーブを受けましたので、僕らはそこでね、こうどういう癖を持ってるかっていうのをしっかり見た上でどうしていきたいかっていうことをやっていきたいと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。Please subscribe。はい、じゃあ早速ちょっとアップでいきましょう。アップでいいです。はい。じゃあアドサイドもちょっと3球いきましょうか。アドサイドもコースはどこでも大丈夫です。はい、ちょっとだけ。まあでもグリップは、さあどうしたいかね。形は綺麗ですね。なるほどね。いいサーブだな。これは困ったぞ。お、いい意味でね。鈴木貴夫困ったぞっていうのはすごく悪い癖もね、ストロークボレー同様ないと僕は思ってるし、ただしそれだけではね、これからのことを考えると、何かやっぱこう変化っていうものを絶対求めた方がいいと思います。それがやっぱりモチベーションにもなるし、テニスこういう握り方を変えたらこういう感覚あるんだとか、こういうスイングをしたらこういうふうにボール変わるんだっていうのをやっぱり楽しんでほしいっていうのがあるんで、どういうサーブをこの先心がけたいですか？そうですね。ファーストはもう少しスピードと、コーススピードを上げるとやっぱりコースがブレてしまう、内側に入ったりとか、そのライン上に行かないっていうところがあるので、あとフォアサイドのワイドスライスのサーブをもうちょっと自分、小野プロがねびっくりしたやつね。俺も実はそこが苦手で、それで教えてもらった。教えてもらったって。いろんなやり方はいろいろありますんで。多分そこができる、なんていうかな、こうしっかり入るようになると相手をね外に追い出すことができて、今の握り方っていうのはどちらかというと決して熱いとは思わないけれども、女子にしては結構ちゃんと握ってる方ですね。これのままがいい？やっぱり。いや別にちょっと薄くとかも全然、ちょっとできたら薄く握るっていうのを、これだけでも多分感覚変わるんで、ちょっと打ってみてほしいなと。ちょっと早速ワイドサーブいきましょうか。せっかくだからそこちょっとやってみて、もしすごい違和感あるんだったら自分で調節していいです。それはこっちも見てるんで。ちょっとごめんなさい、的だけ置いときますね、一応。グリップさ、こうやって持っちゃう、こうやって持ってる、それともこうなるべくこうやって持ってるんですけど、そこまで開かないです。そこまで開かない。フォアとかどう？フォアは完全にこれぐらいです。ちょっと開いてるね、やっぱり。ハンマーではないか。ペタでもないし、ペタでもないし、めちゃくちゃ開いてるわけでもない。オッケーオッケーオッケー。でもグリップは基本的にはコンチネンタルで、コンチネンタルのちょっと厚め側っていう感じで、でもこうなってるわけじゃないですもんね。そういうとか、このなんかこのね、こういう形ではない。でもそれでこれだけのサーブ打ててるから、やっぱりよりね上を目指すっていう意味で、まずちょっと薄めでいきましょう。はい。はい、1球ずついきましょう。本
くない？ちょっとごめんなさいね、向こうからちょっと見させてもらいます。そう。綺麗なボールいくんだけどな。すいません、センター一回打ってください。はい、すいません。ちゃんと当てられるんだ。ワイド行きましょう。はい。ワイドお願いします。うわ。あ、そう、もう一回。今のだと多分これ自分でも分かってると思うけど、ちょっと当たりが厚くなってる。だからそれが当たりが厚くなってるところをスイングでギュッとこうワイドにいくっていうよりも、薄くていい。薄いっていうのはこの縦にも入っちゃって全然いい。これをセンター、丸山さんの場合はセンターにしっかりこの面を返してきてスピードも出せるんで、この感覚を当たるタイミングを同じにしないで、この返ってくる手前で当てたいんだよね。で当たったら自然に返ってくるっていうのがワイドサーブの時には薄く当てることができる。最初からただこうやってもボールは飛ばないから、もう返る手前で、だからもしかしたらちょっとトスをボール1個分ぐらい自分の手前にしてもワイドサーブの時はいいかもしれない。ちょっと俺もそうなんだけど、こうやって当たる時ってどこに当たるかっていうと、ここに当たってザラ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 ってスライドしていくじゃん、こうやってビューって。だからこうスピン量が強くなってジャリっていっちゃうんだけど、ここじゃなくてここに最初から当てちゃうの、ボンって。そうするとジャリジャリジャリってスピン量が弱まって、さっき薄いっていうのはそういうこと。点でパンって捉えられる。でも回転はかかってる。ここで当たるじゃん。でザラザラザラっていくんだけど、基本だからガットの手前側に当たっちゃったらここでポンってもういっちゃう。勝手に左ね、これいくんですよね。不思議なことに。ちょっとやってみてごらん。うまくいってる時は何回かに1回はできてる。それは当て方をそこにするだけ。はい。そうそう、フィニッシュも変わるね、今みたいに。手前にした方がいいな、やっぱ。そう。なんか感覚が抜けた感覚という。笑っちゃうでしょ。そう、あれ行くんだみたいな。そう、ああいう感じになっちゃうんですよ。だからスピン量を抑えられて、ワイドを打つ時ってスピードが落ちちゃうんだけど、スピードも落ちない。落ちにくい。もし今の当たりがちょっとフラットに近いバシッて音になってでもワイドに飛んでいくから、前にこうスイングを前に振らなきゃっていうよりも、自分がこう構えて振り上げるとこまでに力を集約させて、当たってから押すとかないから、押すとかフォロースルーとかっていうのはあまり考えない方がいい。力をこうグッと入れすぎないでね、グッと入れすぎないように。トスが本当に綺麗に安定してる。よし、もっと薄くていいよ。もっと薄くていい。少しグリップももしだったら少し薄くしてごらん。自分の中で。悪くないけど、まあ自分で分かってるね。もう多分最初の感覚がね。でもスイングがこうなってきたから。とね、それっていうとこうちょっとこう抑え込みに始めちゃったから、逆に自分から少し足も使って少し伸び上がるときに当てられるといいかな。
行って伸び上がってから抑え込むんじゃなくて、伸び上がるところの途中で捉えられるといいかもしれない。トスをちょっと手前目の方がおすすめする。あまり前に上げない方がいいと思う。まだ前かな、ちょっと前かな。どうしてもさ、なんだ俺はね、ここのセンターのこういうここのサーブとか、こっちってそんな角度がないんだけど、ここもそうなんだけど、ここもそうなんだけど、ここだけはあるじゃん。でも俺の意識はこうやって構えた時にパッと構えたら、あそこのターゲットに意識するじゃない。どこに落とそうかなって思うと、ここだけの場所は腕が先にこうやってうわってこうやっていっちゃうの。俺もいっちゃうの。でそういう時は何意識するかっていうと、あそこのターゲットにボールを打つんじゃなくて、ここに意識が持っていくようにする。今みたいにここって当たるじゃん。そうするとボールに対してスイングしようとするから絶対下から行くのよ、こうやって。でもこっちに意識があった時っていうのは巻き込んじゃうの、絶対こうやって。だからどこに意識があるかの問題で、ここってなった時はラケット上から下から絶対出るから、そうそう、イメージがどうしても、意識がどうしてもこっちだけはラケットが行っちゃうのね、こっちに。そうするとスイングスピードも遅くなっちゃうね。固まる、ローテーションない、固めてスイングスピードが落ちちゃう。だからそういうイメージの方がどうしてもこことここはやりやすいんだけど、ここだけはねそうなっちゃうんだよね。イメージとしては振り上げるとこまででいいと思う。あとはさっき言ったように薄く当てるっていうことさえできれば勝手に左行くから、なんかこの当ててどうコントロールしようっていうのはあまり考えずに、振り上げててこの当たりましたっていう角度でその感覚を覚えるじゃない。あ、この感覚でだとちょっと内側に入るんだ。よし、じゃあもうちょっと鋭くこの鋭角にしてみよう。今度左に行き過ぎたこの感覚だとってなると、それを微調整していく方がいい。あんまりこうね、小田プロ言ったようにスイングで持ってこうとしない方がいい。その気持ちは分かる。僕も試合になるとなっちゃうもん。俺もなっちゃう。でもできるだけボールに意識があって、ボールに対してスイングしていこうって意識がないと。トスがねちゃんと上がってるから、そこまでの意識でいいと思います。そうすると当たりが厚くなってきて、ボールに対してスイングがいってる感覚がある。今後ろから見てると。よしよ。鋭角にね。ちょっと難しかったら逆に薄くしちゃっていいよ。グリップ薄くして、それもトライだから、薄くしたらどういう感覚になるのか。OK。それぐらいでも大丈夫だね。トスが本当に綺麗。羨ましい。フォームがあんまり乱れない。リズムも乱れないし。OK、ナイス。センター行きましょうか。センター打ってからいいよ。スピードも出てるし曲がる。OK。ワイド行きましょう。OK、ナイス。今のサーブだとセンターの時に体がボールの方向にこう向いてるのね。だから下半身からの力が伝わってるんだけど、今の最後だけも同じ形になった。最後で左でへくる時ってね、やっぱりここから回転が速くなって体が回っちゃう。そうすると当たりがジャリってなって薄くなって届かないところあるけど、今の打ち方だったら出力がちゃんとこうやってボールに対して出ようとするから、今良かったと思います。対策としてはちょっとグリップを薄めに握るってことはおすすめします。これはここまで丸山さんちゃんとコンチネンタルに近いグリップで持ってるから、そんなに違和感ないと思うので、ぜひトライして自分が最適だと思う角度を見つけた方がいいと思う。Subscribe, subscribe, 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 subscribe! はい、ということで、2時間ぐらい練習してきましたけれども、丸山さんどうでしたか？
はい、サーブのワイドサーブを練習さっきしたんですけど、やっぱり初めて当たった感覚がもう驚きで顔に出てたもんね。そうなるよね。普通そうなるよね。はい、もう打ったことないような感覚だったんで、そこの一球が出たっていうのは自分の中ですごい、これからこういうボールを打てば、どんどんレベルアップしていくんだなっていうふうに感じたので、すごいためになるじゃないですけど、すごい成長一歩できたかなっていうふうに感じます。僕らっていうか僕的にも嬉しかったです。はい。もうね、表情が物語って。こういう経験を伝えるってことが我々のね、仕事というかね、そうです。もちろんね、今まで動画をね、何本も配信していろんなこと言ってますけど、やっぱり直にこうやってね、やってもらってっていうのがある中でできた時、もしくはある意味いつもできるわけじゃないから楽しいと思う。できない時があるからまたやろうって思うし、またもっとこういうことをやろう、ああいうことをやろうっていう風なやっぱりこうね、気持ちにやっぱりならないといけないと思うんで、そのため僕らがね、そういうきっかけを作る役目ですから、そういう番組ですから。そういう番組ですから。丸山さんは今後、大学の方に進学するということですけれども、やっぱりそうなると団体戦であったりインカレだったりっていうね、大学生の大会が多分メインになると思うんですけど、実は大野プロはその王座と言われる団体で無敗らしいのでどうですか、大野プロ、そのあたりは。69戦無敗っていう。69戦負けたことがないんですね、実は団体戦に関しては。団体戦に関してはそうです。インターハイ団体戦優勝、大学王座4連覇、負けなし、アジア大会の金メダル団体戦、団体戦強い。団体戦強い。お祭り男。そうですね。出るんで、まあね、なんていうんですかね。エネルギーを自分でこう跳ね返すぐらいの気持ちというか、やっぱそういうなんていうの、ここで見せてやるみたいなものはありましたよね。なんかこう日本人っていや私なんてっていう人もいるんですけど、ここで自分がもうヒーローになってやるぐらいの気持ちの方が団体戦で盛り上がるんですよ。自分の自信にもなるので、やっぱり学校を背負ってね戦うってことで。あとはね、個人戦でもね、そうですね、出ていくと思うので、僕はね大学にいた経験ないですけど、やっぱりその1年生だろうが4年生だろうが関係なく、もう最初からね、もう活躍してやろうっていう気持ちを僕は持ってほしい。でそこでね、もし成績が出たら出たでまた次のステップに行けばいいし、そういう中でこうなんていうかな、いろんな選手から成績が出れば倒そうって絶対来る中でそれを跳ね返すね。だってもうインターハイで優勝してるんですから、もうすでに注目されてるわけですよ。だからそれをいい意味でエネルギーにしてほしいなと思います、僕は。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!